皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の2020年ですね。すいません。2020年の1月の3日金曜日ですね。時間がほぼ予定通りで、日本時間の夜の9時11分ということです。今日のワイワイニュースライブ通算で2914回目ですね。音声と映像は問題なく順調に配信されているということです。今日のメインテーマですけど、昨日の続きなんですね。続き、今年の行動目標のナンバー2、草の根勉強会と家族勉強会を立ち上げるというのが今日のそのいわゆるポイントですね、をまとめました。ということで今日の放送を始めたいと思います。いつものように前日の放送のメインテーマ、昨日はナンバー1でしたね。今年の行動目標のナンバー1、これそうか私の行動目標を3つに定めましたというのが昨日のメインテーマです。で、それをこのように、YouTube 向けの表紙にしていただきました。1、2、3、ちょっと細かい字なんですけど、1、市民革命派の基本的考えを市民革命運動論にまとめると。これから2番目、今日のメインテーマですね。野党勢力の中で我々市民革命派が多数派になるために、草の根勉強会と家族勉強会を立ち上げると。そして3つ目、安倍晋三自公ファシスト政権を打倒し山本太郎を首相にしたここ大事なんですね。100% 野党、純粋野党政権を樹立すると。これが今年2020年の私の行動目標なんですね。ということで、現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスで275名様、YouTube で329名様、合計で604名様ということです。フルムーンさん、コンティニューコイン、今年もよろしくお願いします。こちらこそ。から翔さん、コンティニューコイン配信ありがとうございます。ということですね。そして、今日の画像ですけど、一番最初の画像、これは今日の重要情報の中で、リテラの記事ですね。朝日新聞のなんか元旦のスクープらしいんですけど、例の IR カジノ利権をめぐって中国の企業がですね300万円を秋元代議士に現金を渡したということで秋元が逮捕されたんですけど、同じにですね今野といういわゆるエージェントですよね。この中国企業の代理人として暗躍してた今野というのと、それからもう一人いたんですね。なんて言ったかな。元沖縄県浦添市議か中里っていうんですね。中里勝則と彼がですね、秋元への300万円以外に
自民党4人、維新の会1人の5人の国会議員に100万円ずつ渡したという供述をしているというのを朝日新聞がスクープしたんですね。そしてそれを追ってこのリテラの記事の中で実名が2人出てるんです。で、1人がつい先、この前まで9月まで、河野太郎が防衛庁長官になる前の防衛庁長官してた自民党の防衛省をしてた岩谷武という彼に100万円を渡したという供述が出てるというんですね。だからもう一人同じく、検察が関心を持っていると言われているのがこの麻生派の所属で前文科省政務官の中村裕之と、これ中国企業が賄賂として100万円を渡したという供述があったこの2人ですね。これは朝日新聞は実名を出してないんですけど、リテラが実名出してるんですね。そして私は顔写真を出したということです。この2人だから5人ですからね、自民党4人、そして、維新の会1人と5人、ゆくゆくは逮捕されるんでしょうね。ということです。それからこれイラク軍の革命防衛隊のトップがバグダッド国際空港に降り立って、車列で移動しているところをですね、米軍のヘリコプターがロケット攻撃して8人を殺したという、これがイラク軍がフェイスブックの公式ページに投稿した写真ですよね。この炎で燃えているところが車列の残骸ですよね。これは急にあれですね、これはトランプ大統領が殺害を指示したというふうに、報道では言われてるんですね。これは一気にきな臭くなってきましたね。ここまでやるかということですよね。から4枚目、これは韓国の新しい、長官になった新法務部長官の女性なんですね。チュ・ミエという彼女、これはなんか大統領官邸での新年会の時に、合同新年会かの時に、チェ・ミエさんと、それから奥にですね、これ現在の韓国検事総長のユン・ソクヨル検察総長ですから、彼が今、大統領派への検察の全力を挙げての汚職摘発をやっている最中なんですけど、この新長官が検察トップの人事を新たにするということで、彼を更迭するんじゃないかと言われてるんですね。で、おそらく来週早々ということは月曜日か火曜日にそのような人事を発表するんじゃないかというのがハンギョレ新聞ですね。いよいよ韓国の司法改革、権力歴代、大統領政権、の背後で
うまくですね延命してきた韓国の検察に対して、鉄槌が下るかどうかというところまで来てるんですね。というのが今日の画像ですね。ということで今取り上げたところをアップしますね。表紙です。それから現時点での視聴者数合計で604名様、ツイキャスと YouTube で。そして今日の画像の最初、検察が関心を持っていると言われているのは、安倍内閣で昨年の9月まで防衛省を務めてた岩谷自民党議員と、これリテラの記事から実名が暴露されたんですね。そして私が顔写真を出したと。それから同じく、岩谷武じゃないや、麻生派の前文科省政務官の中村博之と、岩谷に対するウィキペディアの紹介記事、説明ですね。これですね。岩谷武62歳、日本の政治家、自由民主党所属の衆議院議員8期もやってるんですよ。すごいですね。防衛大臣第19代、外務副大臣第1次安倍内閣、防衛庁長官政務官第2次森改造内閣、大分県議会議員1期、大分出身なんだ。8期もやってるんですよ、国会議員。もうズブズブなあれですね。安倍派でしょ、これ。から同じく検察が関心を持っているということで、中村博之、これは文科省の政務官をやってたんですね、元。これですね。これです。中村博之、衆議院議員で、彼の略歴、ウィキペディア。もっと北海道だ。北海道道議会の議員ということで、大体あれですね、地方議会出身者が国会議員になっているという、自民党の国会議員は大体そういうルートですね。土山純一さんですね、いつもありがとうございます。内バクテンとコンティニューコイン2枚ですね。というのが今日の画像でした。で、今日の一言。これは昨日のメインテーマ、2020年の私の行動目標ということで、市民革命派の基本的な考えを市民革命運動論にまとめると。できたら本にしたいということですね。それから2番目、野党勢力の中で我々市民革命派が多数派を占めるために、草の根勉強会と家族勉強会を立ち上げると。これは今日のメインテーマのテーマですね。から3番目、安倍晋三自公ファシスト政権を打倒し、山本太郎を首相にした 100% 純粋野党政権を樹立すると。こういうのが今日の一言でまとめましたということで、今日の一言。
3つですね。はい。で、今日の注目情報。これは、逃亡後のゴーンが明かした日本への復讐計画という、これちょっとタイトルがですね、驚しいんですけど、中身はこれレジス・アルノという、フランスのフィガロの東京特派員ですね、20年以上特派員をやってるという、人の文章で、中身はそんな復讐計画という驚しい中身じゃなくて、非常に穏健な中身なんですけど、これはこのタイトルをつけたのが、いわゆる見出しをつけた人間は副編集長とかなんかじゃないですかね。いわゆる、おどろおどろしい、タイトルをつけて関心を呼ぼうということなんですけど、これ東洋経済オンライン昨日付の記事ですね。しっかりと戦い準備はできていると。これは自身の親しい友人でレバノン人デザイナーのメイ・ダウック氏がレバノンの首都ベイルートに持つ自宅で開かれた新年祝賀パーティーに現れたカルロス・ゴーン氏の発言ということで、レバノンに逃れて、で友人の新年祝賀パーティーに早速顔を出したということですね。パーティーの出席者の一人は、ゴーン氏は元気そうだった。大晦日のこの日、ゴーン氏は友人の執筆による自身の状況に関する本と、これをベースにした映画の制作に出資する計画を明らかにしたと。ゴーン氏は今後生涯にわたって日本の司法制度を批判していくだろうと。約20年間日本に愛されてきた同氏は今後日本の最大の敵になるに違いないと。こういうことなんですね。で、おそらく彼は自分のハリウッドの映画プロデューサーと日本にいるときに12月ですね、いわゆる国外脱出する直前にアメリカのハリウッドの映画プロデューサーと東京で会ってるってことは、彼自身のこの脱出劇を含めてハリウッドで映画化すると、それに出資するよという話をしてたらしいですね。ということで、この記事、は、面白いんでちょっと長いですけどご紹介します。で URLということですね。ということで、次は今日の推奨本の朗読ですね。これはグレタたった一人のストライキという本で、今日は第9回目の朗読ですね。才能があるのに繊細すぎる少女ということで、今日は3ページです。ここを読みます。才能があるのに繊細すぎる少女と、11月の中頃、ストックホルム摂食障害センターから3人が参加して、児童思春期精神科クリニックでの面談が行われたと。いつものようにグレタは黙って座っていたと。いつものように私は泣いていたと。もしこの週末に何も変化が起こらなければ入院してもらいますと医師は言ったと。グレタは下の階にある建物入り口に向かう階段に顔を向けたと。私また食べられるようになりたいと。家に帰ったらバナナがあるよとスバンテが言ったと。
また普通に食べられるようになりたいのと。3人で泣いたと。家へ帰るとグレタは青りんごを1個食べたがそれ以上は無理だったと。グレタがまた普通に食べられるようになるなんてこの時は全く思えなかったと。グレタは悲しそうにしていたと。でもパニック発作は起こさなかったと。彼女は治したいと決意し、私たちは試行錯誤を続けたと。そしてようやく藪の中に細い小道を見つけた私たちはそれをたどったと。おっかなびっくりの足取りだったが確かに前進していたと。間違いないと。そろそろと前に進んでいると。ライスもアボカドもカルシウム剤もバナナもある。それから時間も。私たちは時間をかけることにしたと。無限の時間をと。スバンテは家にいて片時も子供たちのそばを離れなかった。私たちはオーディオブックを聞き、ジグソーパズルで遊び、宿題をし、壁に貼った紙に毎食ごとの記録をしたと。ベアテ、妹さんですね。ベアテは学校から戻るとすぐ自室にこもったと。私たちには彼女の世話がほとんどできないでいたと。彼女は私たちの不安を察し、私たちを避けたと。グレタとスバンテと私は海の島、スティフィーとネッリの物語、80日間一周、そして幸せな一人ぼっちを読んだと。ウィルヘルム・ムーベリーの海外移民シリーズ前作にストリンドベリー、マーク・トーエン、エミリー・ブロンテ、それからパール・アンデッシュ・フォーゲルスト・レムのマッチシリーズと、バナナ1本に25分、アボカド1個とライス 25g に30分と。窓の外では木々が最後の葉を落としている。私たちは長い長い道のりを戻り始めたと。その後の2ヶ月間、体重の低下がストップしたと。その後の2ヶ月、体重の低下がストップしたと。そればかりが本当にゆっくりだが体重が増え始めたと。食べられるもののリストに、サーモンとポテトパンケーキが加わったと。摂食障害センターには素晴らしい医者がいて、体重と脈拍を記録し、何時間もかけて栄養素と体について教育的な説明をしてくれたと。また抗うつ剤セルトラリンも処方してくれたと。グレタは聡明だ。例えば映像記憶ができ、世界中の首都の名前をスラスラ言えると。国だけではなく領土の最大都市も、私がケルゲレン諸島を訪ねると彼女はポルトフランセと答えると。スリランカ、スリジャーやワルダナブラコッテ、私が逆さまに読むと言うと、それもスラスラと答えると。頭の中で単語の終わりから読むのだと。あの子は僕の改良版とスバンテはよく言ったと。35年前子供だったスバンテは飛行機の時刻表を集め、それらを空で覚えることに熱中したという。グレタは1分で周期表を暗記し、そらんじることができると。彼女を悩ませたのは発音のわからない元素であることだったと。グレタの先生は空き時間に勉強を教えてくれたと。週に2時間図書室で休憩時間や授業の合間にこっそりとグレタには5年生の全教科を学ぶのにその時間だけで十分だったとはいえ、この先生なしでは無理だったろうと。私はこれまで才能があるのに繊細すぎる少女が精神的に壊れてしまう例をたくさん見てきたと。もうたくさんですと先生は言ったと。私の方が限界なんですと。24時間休みのない戦いが数ヶ月続いた末、私たちは全てを自分たちでやらざるを得ないと悟っていたと。同じような結論に達した家族は他にもたくさんいるだろう。制度の枠内で援助を受けられる人もいるにはいたが、ごく少数だったと。私たちは3つの期間の狭間にいて、起きている時間のほとんどを面談に費やしたが、そういうことができるかもしれませんね、後でと言われるばかりだったと。本来なら予防を目的とし、精神
疾患やさまざまな診断名を市民に教育広報するための社会体制があってしかるべきなのに、そんなものは存在しなかったと。現実には児童思春期精神クリニックの職員たちは日々の治療に追われ疲れ果てていた。学校でも全ての生徒は同じように行動するよう言われ、教師たちは次々に壁にぶち当たっていたと。だから全てを自分たちでやるしかなかった。自分で学び戦うしかなかった。でもそのためには強運も必要だったというのが今日のところですね。そして、来週の月曜日10回目、子供はみんな意地悪だからと、こういうところですね。はい、ちょっとは良くなってきたんですね。ということで、現在、時間が25分26分ですね。視聴されている方が21名様、全体で50名様、コメントが11件ということですね。今日の読んだところ、ここですね。推奨本。翔さんですね。コンティニューコインですね。ありがとうございます。そして今日のメインテーマですね。続き、今年の行動目標ナンバー2、草の根勉強会と家族勉強会を立ち上げると。野党勢力の中で我々市民革命派が多数派になるためには、草の根勉強会と家族勉強会を立ち上げる必要があるんだというのが今日のメインテーマですね。でこれは、勉強会を立ち上げると、なぜ草の根勉強会とか家族勉強会の立ち上げが必要なのかというところから入るわけですね。でその目的は5つあるということで、最初の目的は我々一人一人が政府や官僚や経営者やメディアや学者や教師や評論家やカルト宗教家の嘘に騙されない賢明な人間になることだということだね。世の中は嘘だらけということなんですね。で2つ目の目的は我々一人一人が物事の表層ではなく、その奥に隠れている事実真実を探し出す透視力あるいは予知力を養うためなんだということですね。人間はもともとこの危険を予知する予知力とか、あるいは物事を見通す透視力を動物的な本能として持ってるはずなんですけど、どんどんそれがいわゆる文明社会の中で、奪われていってるということで、それを取り戻すんだと、この勉強会の中でということなんですね。から3つ目の目的、我々一人一人が探し出した真実事実を他の人に日本語あるいは外国語で正しく簡潔に、伝える能力を養うんだということなんですね。だからいろんな勉強会の中でいろんな知識あるいは新しい発見があっても、それを正しく他の人に簡潔に伝える能力っていうのは絶対必要なんですよね。でその力を養うんだというのが3つ目の目的で、4つ目の目的、我々一人一人が世の中の矛盾や不条理や不幸を解決できる能力、これを養うためなんだということだね。ですから真実事実あるいは物事の本質をつかみ取る力、あるいは投資する力を養うということは、結局世の中の矛盾や不条理や不幸を解決する能力を獲得するということにつながるわけですよね。で5つ目の目的は我々一人一人が草の根勉強会と家族勉強会で、培った知識や能力を現実の政治や社会を
実際に変革する力イコール市民革命運動に結集するためだということなんですね。だから結局、勉強をして終わりじゃなくて、その勉強会の中で培ったさまざまな知識やさまざまな能力を一つに結集して、政治あるいは社会を変革すると、実際に変革するという力にやはり結集させる必要があるということなんですね。というのが5つの目的であると、私は考えですね。それじゃあどのようなテーマを取り上げるのかということですね。草の勉強会と家族勉強会で。で、2つあって、1つは日本の支配と搾取の基本構造を大きなテーマとして取り上げるということですね。から2つ目の大きなテーマは世界各国の支配と搾取の基本構造、これをテーマとして取り上げるということなんで、最初日本なんですね。で、支配と搾取の基本構造は具体的には金融支配があると、経済支配があると、政治支配があって、宗教支配があって、官僚支配があって、軍事支配、司法支配、検察警察支配から情報報道支配、教育支配から洗脳支配、監視検閲支配と、こういう支配と搾取の基本構造があるわけですね。で、このそれぞれの支配の形態が一体どうなってるんだというのを勉強会のテーマとして取り上げるべきだということなんですね。から2つ目が日本国憲法ですね。やはり、国の最高法規である日本国憲法、その表と裏を我々自身が知るべきだということで、これですよね。日本国憲法、これは講談社ですね、学術文庫で、420円400円プラス税ですね。だから440円ですね。これはなかなかいいですよ。これ日本国憲法と、それから大日本帝国憲法もあるんですね。それから英文もあるんですね。それと安倍晋三が第一次安倍内閣で無理やり、改悪した教育基本法の改悪前の教育基本法もあるんですね。これは一人一冊ぜひ、身につけて、いつも見るように、してください。それと大日本帝国憲法ですね。伊藤博文がでっち上げた1890年ですね。でこれが天皇に世俗的な全ての権限と、それから生き神としての宗教的な超人間を超えたところの神様に祭り上げたということで、その後の日本のアジア太平洋侵略戦争の基本を作ったんですね。大日本帝国憲法から次に、明治維新の正体、これをテーマとして勉強すべきだと。から天皇制ですね。天皇制とは一体何なのかということですね。それと伊藤博文と田臥マフィアということで、明治維新を実際に、倒幕の軍事クーデターを成功させた中心部隊として、伊藤博文らの田臥マフィアがいたんだということですね。それから昭和天皇が主導したアジア太平洋侵略戦争の歴史をテーマにすると。で昭和天皇の戦争犯罪もテーマにすると。から戦後の GHQ の日本支配がどのようにされてたかと。その中で象徴天皇制が一体どういう役割を担わされたのか
そして、米国の傀儡政党自民党がなぜ、保守合同で1955年に CIA の資金で米国は作ったのかということですね。からその中で岸信介、の役割、中曽根康弘から佐藤栄作、小泉純一郎、安倍晋三という傀儡政党自民党の中でも際立って悪質な首相経験者、安倍晋三の現在のアベノミクス、それともう20年以上自民党と連立を組んでいるカルト宗教創価学会と公明党、そして19番目のテーマで政府、日銀、民間銀行が独占する信用創造特権だということで、この間ずっとやってましたよね。三位一体の、国民資産横領システム、そして最後に市民革命運動という一応20ぐらいテーマを挙げたんですけど、それ以外に、どんなテーマでもいいんですけど、勉強会のメインテーマとして、ぜひ取り上げてもらいたいというやつですね。これが日本の支配と搾取の基本構造を知る上でのテーマなんですね。そして、2つ目の大きなテーマである世界各国、世界の支配と搾取の基本構造、この中で、ユダヤ教秘密経典タルムードと、これの持ってる意味ですね。要するに神が選んだ先民であるユダヤ人がその他の人種や諸国民を家畜として、その生命財産を支配するのは当然のことだというエリート先民思想の塊なんですね。これはやはり隠されてますんで、これをやはりテーマとして勉強する必要があるんだろうと。そして、このユダヤ人というのが実際は本物のパレスチナに、2000年3000年前からずっと今でも住んでいるユダヤ人と、それとは一切関係ないところで、西暦720年ぐらいに、周りの敵国にですね、宗教を変えろと、キリスト教に変えろと、あるいはイスラム教に変えろというふうに、脅かされて、脅迫されてたカスピ海にあった帝国ですね。これが自らの安全のため、延命のために第三の宗教ユダヤ教に改宗したということで、偽物のユダヤ人、改宗ユダヤ人がいるんだということですね。ハザール帝国ですね。このことはほとんど知られてないということで、ですからユダヤ人というのが本物のユダヤ人と、それからハザール帝国で、改宗したユダヤ人ということで、現在は改宗ユダヤ人が8割、80% 人口、世界人口の 80% 占めているということなんですね。で、これがこの改宗ユダヤ人がユダヤ教秘密経典タルムードの教えを忠実に守って、そして現実世界をそのタルムードの教えの通りにしようというのがフリーメイソン、イルミナティのロシア道世界革命論と、それから秘密結社イルミナティなんですね。そして世界支配階級、ロシアで国際金融マフィアとその代理人である各国支配階級、この存在ですね、ほとんど隠されているということですね。そしてその中心部隊として FRB、アメリカ中央銀行というロシアドが 100% 株を持ってて、アメリカ政府は1株も持ってないと。それで中央銀行で、自分たちが
望むだけの世界基軸通貨であるドルを増刷して、金本位制をやめて、世界金融支配の道具に使っているということですね。で、ナチスは一体何だったのかと。ナチスに資金提供したのは誰なんだと。これは、ウォール・ストリート1929年のニューヨークの株暴落で、大儲けしたいわゆる成金たちのお金がBIS 国際、決済銀行を通じてナチスに行ったんですよね。だからナチスは国債をどんどん発行してもうハイパーインフレにならないで、ヒットラーの望んだような産業の近代化、大量生産、軍需産業の勃興等々が可能になったんですよね。だから普通だったら自国の国債をどんどん発行国債とそれから紙幣を増刷すればハイパーインフレになりますよね。でナチス経済はハイパーインフレにならなかったんですね。なぜかというと資金がウォールストリーから大量に流れてたという事実ですよね。から核兵器ですね。核兵器の開発は一体どのようになされているのかという、これロスチャイルドとそれからロックフェラー、その2つの系列があったということで、ロックフェラー系がいわゆるウラニウムを原料にしたウラン型の原爆の開発と、それからロスチャイルドがウランではなくて、数百倍の爆発力のある、新型爆弾ですよね、の開発と、この2つウラン型とそれから何でしたっけ、ナトリウムじゃなくて、だから広島型とそれから長崎に落とされた原爆が2つ違うんですよね、種類がね。そして、それぞれの国、米国における支配と搾取の構造からソ連、中国、北朝鮮、イスラエル、サウジアラビア、そして EU、ドイツ、フランス、イタリア、スペインなど、そして英国、スイスと各国の現状ですね。特にスイスは直接民主主義の諸制度がかなり完備されているということですよね。それから現在世界各国で起こっている貧富の急拡大と、からテロと戦争と、から地球温暖化と気候変動と、そして最後は各国での市民革命運動をどうするのかということですね。というのが今日の、ナンバー2ですね。草の根勉強会と家族勉強会。これは私が中心になって立ち上げるってことよりも、むしろこのワイワイニュースライブを熱心に視聴して、いただいて、私の主張とか行動に賛同してくれる人がですね、1人でも2人でも3人でも4人でも集まって草の根勉強会、あるいは家族勉強会を立ち上げて、このようなテーマでですね、勉強会を開始してもらいたいという呼びかけなんですよね。ということです。今日のメインテーマのポイントをアップしますね。
草の根勉強会、家族勉強会を立ち上げるという今日の行動目標の目的、その目的と、それから具体的なテーマですね。なぜ、必要なのかと。で、一応5つの目的があるんだというふうに、私は思っていますね。で、最初の目的は一人一人が政府や官僚やから経営者やメディアや学者や教師や評論家やカルト宗教家の嘘に騙されない、一人一人が賢明な人間になると、自分の頭で考え結論を出すという賢明な人間になるためだということですね。から第二の目的、一人一人がいわゆる物事の表層表の現象ではなくて、その奥に隠されている真実、事実を見通す力、透視力、あるいは予知する力をこの勉強会の中で養っていくということが必要じゃないかということなんですね。これが2つ目で、3つ目が一人一人が探し出した真実事実を他の人に、日本語とか外国語で正しく簡潔に伝える能力、これはやはり訓練が必要なんですね。そういう能力、コミュニケーション能力を養うためと、3つ目から4つ目、一人一人が世の中の矛盾や不条理や不幸を解決できる能力、そうなんですね。結局真実事実を突き止めて、それじゃあその世の中の不条理とか不幸とか矛盾の原因は一体何なのかということを突き止めれば、それじゃあそれを解決するための方策は何なんだということが分かるわけですよね。解決能力を養うということで、最後この勉強会で培った知識や能力を現実の政治や社会を実際に変革する、要するに市民革命運動に結集するということなんね。高橋三平さん、コンティニューコインですね。ありがとうございます。ぜひ勉強会立ち上げてください。高くちゃんチャンネル、お茶爆10ですね。なんかコラボレーションのオファーいただいてますけど、この前も言ったんですけど、具体的にもう時間的な余裕私全然ないんで、このワイワイニュースライブで、情報交換するというツイッターの返事、ですからお断りしてるんですよ。コラボレーションできませんというふうにして言ってますんで、ちょっともう時間的にも無理なんで、別のことを新たにするっていう余裕は全然ないんでね、残念ですけど、ツイッターの返事はノーですね。前から言ってると思うんですけどね。ということです。勉強会の立ち上げでテーマですね。日本の支配と搾取の基本構造、これさまざまな分野での支配、最大のものが金融経済支配なんですね。金融支配、経済支配、政治支配、宗教支配、
から官僚支配から軍事、司法、検察、警察、それから情報、報道、教育、洗脳、監視、検閲、ありとあらゆる分野で支配が目に見えない形でうまくですね、支配構造が成り立っているというところをテーマとして取り上げて対象化していくということが必要なんですね。それから日本国憲法、大日本帝国憲法、それから明治維新の正体、天皇制、それから伊藤博文と田臥マフィア、それから昭和天皇が主導したアジア太平洋侵略戦争、石森さん、山崎康子氏、ワイワイニュースライブ配信中ですということですね。そしてテーマとして昭和天皇の戦争犯罪と、それからGHQ の日本支配、象徴天皇世帯って何なのかと、米傀儡政党自民党とは何なのかと、だから自民党の中の岸信介、中曽根康弘から佐藤栄作、小泉純一郎、それと安倍晋三と、そしてアベノミクスとカルト宗教創価学会と公明党、そして、政府、日銀、民間銀行が独占する信用相続特権とは一体何かと。で、最後は日本での市民革命運動。こういうテーマをぜひ勉強会として取り上げてもらいたいということですね。から2つ目の大きなテーマ、世界の支配と搾取の基本構造ということで、ユダヤ教の秘密経典タルムードから本物のユダヤ人と偽ユダヤ人、回収ユダヤ人とからロシアで国際金融マフィアの世界革命綱領とからその秘密結社イルミナティ、フリーメイソンからロシアで国際金融マフィアが世界支配階級とすると、その代理人である各国の支配階級ということですね。ではちょっとあるな。フリーメイソン、世界支配階級、核兵器、さっき忘れてたのが出てこなかったのはプルトニウムですね。ウラン型とプルトニウム型2つあるんだと。でウラン型がロックフェラー系、プルトニウム系がロシアド系ということで、それぞれ広島ウラン、そして長崎がプルトニウムということで、2種類の異なった原爆を日本人で人体実験したということですよね。そして具体的に、アメリカの支配と搾取の基本構造、ソ連、中国、北朝鮮、イスラエル、サウジアラビア、EU、韓国からスイス、こういう各国別の支配と搾取の基本構造を勉強しようと
いうことですよね。だから各国の、国の人なんかを呼んでですね、実際に話を聞くなんていうのも面白いですよね。そして、現在世界中で見られる貧富の急拡大、テロと戦争、地球温暖化と気候変動、そして、各国での市民革命運動をどうあるべきかというところですね。これが具体的に、いわゆる目的ですね。勉強会の目的、作り、立ち上げる目的5つ、それと具体的なテーマ、取り上げるべき主要なテーマというのを、羅列したんですね。これがナンバー2です。で、ナンバー3は3つの今年の行動目標の3つ目、安倍晋三自公ファシスト政権を打倒し、山本太郎を首相にした 100% 純粋野党政権を樹立すると。これのちょっと具体的な主要なポイントをちょっとまとめるというのがナンバー3です。ということですね。ということで、ぜひ小規模で、結構ですので、こういうテーマをぜひ2人でも3人でも4人でもですね、定期的に会って勉強会を立ち上げたいという方はぜひご一報ください。私の方に、メールでですね、ご一報をしていただければ、立ち上げの時とかあるいは途中でも結構ですので、直接お会いしていろんな話ができるんじゃないかというふうに思いますので、よろしくお願いします。ということです。そして今日のトピックスですね。これ日刊現代面白いですね。改憲絶望、今すぐ解散総選挙で与野党の議席どう動くという日刊現代今日付ですね。で、安倍内閣の支持率が下落傾向の今、解散総選挙をすれば自公が現有の314議席、自民285、公明29からの大幅減は確実だと。最低でも30減、50近く減らす可能性もあると。50近く減らす可能性もあるという政治評論家野上忠興氏はその理由をこう話すと。公明党の集票能力が落ちていると。1選挙区あたりの公明票は1万7000票強ですと。前回時点との投票差が1万票以下だった自公候補は17人、1万5000票以下まで広げると34人と。この人たちは危ういと。前回野党が統一候補だったとして計算すると60名が敗北と。獲得差1万5000票以下ならさらに31に増えると。東京では萩生田文科省や下村元文科省、菅原前経産省も盤石ではありませんと。で、改憲勢力3分の2を失うのは間違いなく、安倍首相の悲願の改憲は絶望的だと。自民は60から70減らし、単独過半数233を割り込むこともあり得ると。そうなれば安倍首相を退陣というのは政治ジャーナリストの鈴木哲夫氏、立憲民主党や国民民主党などが新党となり、共産党は全面的に選挙協力すると鈴木氏は見ると。
選挙区に2万から3万票を持つ共産党が野党統一候補を支援すれば、それだけで2、30がひっくり返ると。さらに大幅減のポイントは自民党の政党支持率が急落していることだと。内閣支持率の上下があっても自民党支持は安定していたが、桜を見る会問題など国会で第一党の役割を果たすヒラメのような安倍氏を守っているだけの状態に世論の厳しい目が向けられていると。で、鈴木氏の現時点での選挙予想は自民223、公明28、維新10、野党新党180、共産12、令和6、無所属6と。公明29ってことはありえないでしょうね、これね。自民223。ってことは単独過半数も割るってことですね。でも令和が6ってことないでしょ。100名を出して40ぐらいは当選するんじゃないですかね。政権交代まで行くには野党が社会保障や経済政策で政権のリアリズムを打ち出せるかだというと、これなかなか面白い記事なのでぜひ読んでください。だから安倍はおそらく、こういう中で、自爆してあくまでも解散総選挙を強行するか、あるいはずるずるとレームダックになって退陣するかでしょうね。彼のことだからおそらく解散総選挙を打って出るんじゃないですかね。これが日刊現代。これが政治評論家上野さんの予想。最低でも30減、50近く減らす可能性もあると。自民は670減らし、単独過半数を割り込むこともあるというのは鈴木哲夫さん。令和が6ってことないでしょ、山本太郎。6だったら首相にはなれないですよね。最低40ぐらい持たないと。ということです。からトランプ大統領がイラン司令官の殺害を命令と、ハメネイ師は報復誓うということで、きな臭くなりましたね、新年早々。そしてフランスの鉄道ストが史上最長の29日目に突入したという。前回は1986年28日だったんですね。これはマクロンは絶対自分の年金改革計画をに譲歩しないですから、彼は。だから最後まで行くんじゃないですか、これ。フランス国民の 68% がこのストを支持しているということなんですね。から韓国、
中法務部長、来週検察人事と、ユン・ソクヨル師団の弱体化を図るかという、これですね、先ほど今日の画像でお見せしたように、おそらく彼女はやるでしょうね。更迭人事を。K さん、コンティニューコインですね。そして、これ日韓現代ですね、制服組新艦調査名目で中東に派遣される自衛隊の命運ということは日韓現代2月から1年間ですよ。で、特にイランの最高司令官がトランプの殺害指令で殺されたと、8人も殺されたんですね。司令官と副司令官も殺されたということで、だからイランとアメリカとの直接衝突、武力衝突の可能性が急速に高まってきたという中で、自衛隊を派遣すると、1年間も760名。狂ってますよね、これね。そして今日の重要情報。朝日の元旦スクープ、中国企業が金を渡したと供述の国会議員5人は誰かと、名前の挙がっていなかった元防衛省ら大物もという、さっきのあれですね。朝日新聞のスクープで、朝日新聞はまだ裏が取れないということで5人の実名は出してないんですけど、リテラが出したんですね。で、今日の画像で写真画像を紹介しましたけど、一人が去年の9月まで防衛省をしてたベテランですよね。岩屋という自民党衆議院議員と、それからもう一人が自民党の中村博之という元の文科省の政務官ということで、どちらも IR のいわゆるカジノ開発の推進、議員団に、入ってた国会議員なんですよね。これは大進撃、大打撃でしょうね、安倍にとっては。ということで、時間が1時間と8分、68分43秒と、から視聴されている方が34名様、全体で95名様、コメントが39件ということですね。たくさんのコメントと、たくさんのコンティニューコインと、たくさんのギフトですね、いただきましてありがとうございました。ということで、今日の金曜日の放送はこれで終わりです。明日、明後日はお休みなんで、また来週の月曜日ですね、よろしければ合流してくださいということで、お疲れ様でした。今日の放送、これで終わります。